プラスルとマイナンも登場2周年記念フェスティバル。ジャースパルと申します。2周年記念フェスティバルの詳細やプラスルマイナンの情報などいくつか発表されましたので、皆さんと一緒に確認していきつつ解説考察していきたいと思います。まさかのプラスルマイナンも一緒に参戦ということで、 PV のプラスとマイナスのマークに気づいた方、本当お見事でしたね。まさか無進化電気タイプが2体このタイミングで同時に追加されるとは全く予想できませんでした。そして渋谷で開催されるリアルイベントも詳細が公開されましたので、そちらも触れていこうと思うんですが、中身が非常に盛りだくさんとなりそうだったので、まずこの動画では新登場キモリ、アチャモ、水五郎、プラスル、マイナンたち、こちらのポケモンたちの詳細をじっくり解説考察して、次の動画で2周年フェスティバルの詳細やどこのフィールドに行きたいかなど動画2本に分けたいなと思います。分かれてた方がどっちかだけ見返したい時とかに探しやすいかなっていうのと、私の編集が一息つけそうなので、ちょっと今回はその形式でやってみたいと思います。ってことで今回は宝縁御三家とプラスルマイナンの情報からいろいろと深掘りしていきたいと思います。スキルプラスやマイナスを持つ新たなポケモンは出てくるんでしょうか。そしてメタモンやバリアードでもコピーできたりするんでしょうか。参ります。ってことで早速新登場キモリ、アチャモ、水五郎、プラスル、マイナンたち見ていきたいと思います。ここだけでも話せることてんこ盛りなんですよね。ぜひどこのフィールドで誰をゲットしたいのか考えながら聞いてみてください。リサーチャーの皆様が睡眠リサーチを続けてきた影響か、特定のフィールドの近くでこれまで出会えなかったポケモンの姿が見つかったという報告がありました。そろそろ睡眠リサーチでも出会える日が来るかもしれません。新たに出会えるポケモンたくさんおります。キモリ、ジュプトル、ジュカイン、草タイプです。そしてアチャも炎タイプ、ワカシャも格闘、バシャーも格闘タイプです。バシャーモは格闘タイプとなります。そして水五郎、水タイプ、沼クロ地面、ラグラージ地面タイプです。ラグラージは地面タイプとなりました。いよいよポケモンスリープ3種族目の地面タイプですね。そしてプラスル電気、マイナン電気となっております。お楽しみにということで、昨年のパルデアのパートナーポケモンたちに引き続き進化でタイプが追加されるアチャモと水五郎はワカシャモと沼クロの時点でタイプが切り替わります。毎年周年でパートナーポケモンを追加していくとなると、草、炎、水タイプだけどんどこ増えていくことになりますし、特に炎、水タイプは炎帝、水君っていう強力なタイプ統一の親玉も存在しておりますので、この傾向は今後も続いていくかもしれませんね。樹海院はそもそも草単タイプなんですが、伝説ポケモンがいないから実装しやすかったとかあるんでしょうかね。プラスルマイナンはライコーのサポートが受けられるんですが、彼らは進化しませんので、おそらくゲットしづらいフレンドポイント16族だから許されたとかでしょうか。後で触れますが、スキルも完璧に活かす難易度は結構高そうなので、まあエアロ枠ってことかもしれませんね。ってことで、ワカシャもバシャーモは格闘タイプ、沼クロウ、ラグラージは地面タイプとなります。以前の動画で沼クロウは水訓波でも使える可能性あるんじゃないなんて言ったんですが、それはできませんでしたね。そこはちょっとウェルカムと違う部分となります。もし炎、水タイプの種類を増やしたい場合は2000時間アチャモとか2000時間水五郎になりそうなので、かなり現実的ではなさそうですね。愛があればぜひ狙ってみてください。ってことで、新たに出会えるポケモンの情報です。出現開始する日時は2025年7月14日月曜日の15時からとなっております。該当のポケモンのお香は上記日時から使うことができます。何やらお香はミッションでももらえるみたいです。イベント2週目には色違い確率のアップするニュームーンデーもありますので、そこで使うっていうのも一つ手でしょうか。まあお香で呼び出したポケモンの色違い確率が上がってるかどうか私ちょっと存じないので、もしねご存知の方いらしたらコメントで教えていただけますと幸いです。さあ、そして各フィールドで出会えるポケモンです。これがね、はちゃめちゃ悩ましいんだよね。ぜひ来週どこに行こうか一緒に考えてみてください。まず若草本島、追加ポケモンすべて出現します。キモリ、ジュプトル、ジュカイン、アチャモ、ワカシャモ、バシャーモ、水五郎、沼クロウ、ラグラージ、プラスル、マイナンすべて出現します。で、すべて出現するフィールドは若草本島のみとなっております。続いてシアンの砂浜にはキモリ系統と水五郎系統が出現します。チコリータとワニの子って感じでしょうかね。続いてトープ洞窟は
アチャモ系統と水五郎系統が出現します。沼クロウラグラージはウパーヌオーと同じ水地面タイプなので、地面タイプの本拠地トープ洞窟にももちろん出現してくれるみたいですね。ウパーたちと仲良く遊んでそうですよね。続いて卯の花雪原なんですが、ご覧いただいている通り誰も出現しません。今回5種族11体のポケモンが追加されるんですが、卯の花には今年も周年をお祝いしに来てくれるポケモンはなしとなりました。また今年も周年タイミングでは試される大地卯の花となっております。まあね、もともと試される大地に生息しております新王御三家なんかが追加される際にはなんとかなってほしいんですけど、なんとかなるかな。ドダイトス、ゴーカザル、エンペルトいけるか。ペンギンって南極とかにもいますもんねということでポッチャマ族がいけそうなので、来年だみんな。卯の花雪原は来年ポッチャマ狙いでお会いすることになるのかなと思います。まあそもそも新王御三家が出てきてくれるかわかんないんですけどね。とにかく今年も誰もいない卯の花雪原です。続いてラピスラズリコハンにはキモリ系統とアチャモ系統が出現します。ここも順当に草タイプのキモリと格闘タイプのバシャーモって感じでしょうかね。そしてゴールド級発電所ではキモリ系統とプラスルマイナンが出現します。ということで全員出現するフィールドは若草のみとなっています。これフィールド選びなかなか難しそうじゃないですか。皆さんどこに行かれますでしょうか。推しポケが決まってる方なんかは楽かもしれないんですが、結構考えなくちゃですよね。改めて出現フィールドのおさらい、ポケモンごとにやって次に進みたいと思います。キモリ系統が出現するのは若草、シアン、ラピス、ゴールドです。4フィールドで最多となってます。そしてアチャモ系統が出現するのは若草、トープ、ラピス。水五郎系統が出現するのは若草、シアン、トープ。前半3フィールドに固まってますね。そしてプラスルとマイナンは若草とゴールドに出現します。出現フィールド少なめです。そんな各ポケモンの出現フィールドとなっております。いやマジでどこ行きましょうね。なんかね、闇カラスみたいにイベント期間だけは全フィールドに出てくるとかやってほしいですよねまあね、闇カラスはね、空も飛べる上に環境への適応力もある程度高そうな気がするのでね、どこにでも出てくるっていうことに対して納得性があるのがね、またちょっと厄介ですよね。まあともかくそんな出現フィールドでした。ってことで出会える睡眠タイプはウトウトタイプ、キモリ、ジュプトル、ジュカイン。スヤスヤタイプ、アチャモ、プラスル、マイナン。ぐっすりタイプ、ワカシャモ、バシャーモ、水五郎、沼クロウ、ラグラージとなっております。沼クロウとラグラージがぐっすりタイプということで、地味にずーっと謎だった地面タイプの睡眠タイプって何問題がおそらく解決したんじゃないかなと思います。地面タイプはぐっすりタイプが基本となるみたいですね。もともとね、リグダがスヤスヤでカラカラがぐっすりだったので、どっちがどっちだか分かってなかったんですが、リグダたちは太陽光が苦手なのでぐっすりではなくスヤスヤとかになったんでしょうかね。でも半分地中に埋まってるからウトウトまでいかずスヤスヤみたいなね。まあちょっと分かんないんですけど、まあ順当にキモリ狙いならウトウト、アチャもプラマイ狙いならスヤスヤ、水五郎狙いならぐっすりと覚えておけば大丈夫かなと思います。さあ、そして最後にプラスルとマイナンのメインスキルについてです。まずはプラスルのメインスキル、プラス食材ゲット S です。ランダムで食材をゲットする。自分以外にメインスキルプラスかマイナスを持つポケモンがチームに1匹以上いる場合、さらに多くの食材をゲットする。なお追加でゲットするのはメインスキルを使ったポケモンが拾う1枠目の食材です。ということでプラスルのスキルは食材ゲット系のスキルプラスとなりました。自分以外にもう1体プラスかマイナスを持つポケモンがいれば追加の効果が発動されるので、5体全部揃えたら超強力になるみたいなことはないですね。1体いれば十分ということです。本家ポケモンでも3体以上いても効果重複しないらしいので、まあそういうことなんじゃないかなと思います。なおプラスプラスでも OK なので、プラスル2体でもこの追加の効果発動します。ゲームボーイアドバンスのルビサファで時が止まっている方にはプラスプラスって違和感あるんじゃないかなと思うんですけど、第5世代ブラックホワイトからプラスとマイナス同じ方でも効果が発動するように変更されたっていう経歴があるみたいです。で、追加効果で集める食材はメインスキルを使ったポケモンの1枠目の食材ってことで、プラスルの1枠目の食材を追加で集めるっていうことになるはずですね。プラスルの A 食材に行きたいです。
またこの書き方をしているってことは今後他にプラスマイナスを持つポケモンが追加されるかもしれないし、メタモンやバリアードのコピーとか指を振るでも OK だよってことなのかもしれないなと思います。特にね、メタモンバリアードがプラスマイナスを発動できる状況って必ずプラスかマイナスのポケモンがいるっていう状況になるはずなので、もしかしたら強く使えるのかもしれませんね。肝心のプラスルマイナンの方が強くならないので研究のしがいはあるかもくらいでしょうか。そんなプラスかマイナスがいれば自身の A 食材を追加で集めるプラス食材ゲット S でした。続いてマイナンのメインスキルマイナス料理パワーアップ S です。次回の料理で鍋の容量を増やす。自分以外にメインスキルプラスかマイナスを持つポケモンがチームに1匹以上いる場合、さらにランダムでチームのポケモン1匹の元気を回復するとのことで、料理パワーアップに元気エールも追加しちゃうみたいな効果となるようです。名前はマイナスなんですが、料理も元気もアゲアゲなスキルですね。この元気エール効果も元気が少ない子を狙い撃ちしてくれるといいんですが、果たして食材ゲットよりは使うタイミングが明確かなと思いますし、それこそ重ねがけしても嬉しいので、マイナンとかマイナンバリアードとかにするのは結構ありかもしれませんね。おそらくプラスルで食材を集めてマイナンで鍋を大きくしてデデンネで料理大成功を狙おうみたいな電気タイプデザイナーズコンボって感じでしょうか。それで渋谷でミッケイベントではキービジュアルにプラスルマイナンデデンネが揃っているのかもしれませんね。全員フレンドポイント16族になるだろうと思うので、デデンネに匹敵するほど強力なポケモンだと嬉しいんですが、果たしてそんなことになるんでしょうかね。いずれにせよ無進化ポケモンのスキルレベルを上げるのは非常に大変なので、それに見合う効果を期待したいところです。メインスキルの種自体は緩和されましたしね。若草 EX のためにもいろんなタイプに料理パワーアップとか食材ゲットとか配っておこうみたいな意図にも見えなくもないような気がしないでもないかなみたいなそんな感じですね。そんな追加で元気も回復できる鍋拡張マイナス料理パワーアップ S でした。ってことでプラスルとマイナンは専用スキルを持ってきてくれるみたいです。口糸が出てくるまでは専用スキル持ちのポケモンはスキル得意ポケモンっていう通例があったわけなんですけれども、その前例崩れてしまいましたので、彼らがどうなるのかっていうのはかなり注目ですね。そもそも電気タイプにはライコウがおりますので、木の実だったとしても食材だったとしても電気パにとっては大きな強化となりそうです。一方スキルのポケモンだった場合、スキルレベルを上げるのが大変な無進化スキルポケモンかつスキルレベルが現時点でデデンネより高い7まであるスキルで、その上進化を発揮するには2体揃ってからっていうぶっ飛び難易度ポケモンになる気がするので、逆にとんでもなく強いっていう可能性は秘められてたらいいなと思いましたちょっとね、現時点では強さを測りきれないので、実装されてからの研究に大きな注目の集まりそうなプラスとマイナスですね。ちなみに本家ポケモンでプラスとマイナスの特性を持つポケモンはプラスルマイナンの他にギアル、ギギアル、ギギギアルがプラスマイナス両方持っていて、ストリンダーのハイな姿はプラス、ローな姿はマイナスを持っています。他にも隠れ特性だとメリープ系統がプラスを、ラクライ、ライボルトがマイナスを持っていますね。ラクライはプラスルたちと同じ第3世代出身なんですが、さすがに電気タイプが増えすぎる気がするので、出るとしたらギアルか大穴毒タイプとしてエレズン、ストリンダーとかでしょうか。進化前のエレズンはプラマイ持ってないので、来るならやっぱりギアルでしょうかね。とはいえね、ゲットするまでスキルがわからないとかだと割と意味わからなそうなので、どっちかに固定されるか、そもそももうプラマイの追加はないとか、そんな感じでしょうかね。何にせよ研究によって大きく開拓されそうなプラスとマイナスでした。そしてメインスキルの記述これだけということは、鳳炎御三家は既存スキルを持ってくることがほぼほぼ確定したのかなと思います。昨年と今年初めて追加された料理チャンスや木の実バースト、食材セレクトあたりを予想している方が多いような印象なんですが、果たして何のスキルとなるでしょうかね。もしこの3スキルだと仮定すると、ラピスラズリコハンにエスパータイプの木の実バースト使いとしてクレセリアがおりますので、樹海院バシャーモは若干木の実バーストではないような気がします。ってなるとラグラージで、料理チャンスデデンネ、ニューラが出てこないのはトープ洞窟ってことで、バシャーモかラグラージに渡したい気持ちがありますね。ってことはバシャーモ
で食材セレクトは食材ポケモンのひしめき合ってる草タイプよりは格闘タイプか地面タイプにあげたい気もするんですけども、樹海院しか残ってないのでわかりませんちょっとね私考察しきれないんですけど、ぜひ皆さんの予想だったり願望もコメントでガンガン書き込んじゃってください。そして彼らも何が得意なポケモンとなるのか、ポケサブレとメインスキルの種を握りしめて2周年を待ちたいなと思います。で誰が何の能力かわからないうちにイベント1周目のフィールドを決めなくてはならないので、ほんとこれどうするここから先はねイベントのボーナスも絡めながら考察した方がいいのかなと思いますので、次回の動画に続きたいなと思います。一息ついたらなるべくすぐに作りますので、どうかチャンネル登録をしてお待ちいただけますと幸いです。一回甘いもんでも食べて糖分補給してからまたたくさん考察したいなと思います。お待ちください。そんな新登場キモリ、アチャモン、水五郎、プラスル、マイナンたちでした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド押していただけますと動画制作の励みとなります。いつもたくさんの元気エール本当にありがとうございます。めちゃめちゃみんなのプラスもマイナスも分けてもらえてます動画ね今回分けてみてるんですけれども、1本の方がいいかなとか分けてある方が探しやすくていいよとかなんかね思ったことあればつどつどコメントしていただけたらなと思います。そちらもよろしくお願いします。それでは2周年フェス5種族11体のポケモンが一気に追加となります。これだけでも結構環境に大きな影響がありそうなので非常に楽しみですね。2周年環境のデデンネになるのは果たしてどのポケモンなんでしょうか。ってことで次回に続きます。また次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。